皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター、小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。はい。ここのところは、名古屋場所の大相撲はい。が非常に面白かったので、という相撲。ことで、相撲ジャーナリストの新井さんと日刊スはい。ポーツの佐々木一郎さんはい。に来ていただいて、大相撲の話を思いっきりやろうとしてはい。るんですが、ちょっと横に置いておいて、はい。最近我が家に孫が来る時があるんですね、時々。はい。で、孫が来て、子供が来て、それでじじいばばがいるというはい。のが、なんか、やっぱり家族っていうのはそういう流れのあるもんだなというふうほう。に思っているんですけれども、はい。何の話がしたいかというと、はい。名古屋場所は結構見事にじじいばばとその若い者と間のこはっちゃけの連中とが全部揃ったなと。その中あで特に、あ、まあ、ジジババと言っちゃ悪いけれども、ベああ、テランベテラン力士です力士ってね。ことですか。はい。玉鷲でしょ高はい。安でしょそはい。れから御嶽海でしょそれから正見た、代でしょ全部もちろん、勝ち越しましたけど、玉鷲の11勝4敗、それに大野里を破ったぶつかり替えただけすごかったですよね、あれはもう。と思ってもううん。本当に感心して、そのベテラン組がいるから若手も引き立ったみたいなところがあって、それがいいなというふううん。に最初に感想をダーッと私が喋らせてもらいました。新井さん、どうですかはい。今の私の感想は。いや、まさにその通りで、ええ、やっぱり、ベテランの相撲さんも、そのね、はい。やっぱ玉鷲関がいるから、僕ももっと頑張らなきゃいけないっていう、うあん。新基準みたいになっていて、新基あ準ね、の、新しい基準が生まれた。はい。まあ、これまでの大相撲常識ではちょっと測れないうところはい。ん。が多々ありまして、はいはい。えー玉鷲関は40歳ですよね。そうですね。40でこれだけの活躍さうれて、ん。もう大野里を肩透かしで破った時、土俵際ですね。あれは見事でしたよね、なかなか。まあ、えーあのー突き押し、しかも突き押し相撲でそう。はい。40歳、うん。体力のうん。衰えとか如実に現れる突き押しで40はい。歳まで続けてるっていうのが、まずこれが常識で、今までの常識では考えられないですね。うなるほど、ん。なるほまあ、ど。か過去のね、ベテラン力士、結構ね、30代後半まで取った人は、ほとんど四はい。つ相撲なんで、はい。まあ、体力が衰えても自分の型があればね、それでうカバーできん。たんで、うん、なる長く取れほど。たんですけども、玉鷲の場合は、そういったその体力的なものが、もろに出る突き押し相撲うん。で、しかも体つき見てても張りがあってですね、はいはいはい、まあ、とそうてもですね。40歳の体には見えない、もう元気うん。な体してるんうで、ん。まあ、かといってですね、別に節制をしてるとも思えないんですよね、なんかね、話聞いてると。なんかあ、好きなもの食べてはい。好きなもの飲んでみたいな感じなんえで、え、えまあ、だからそこもちょっと、常識外というかね、なるほど。わかりませんね。常識外というか、謎というか、え佐々木さんはどう思われてますか玉鷲関のことは。そうですね。場所中でもやっぱり彼が言ってたのは、はい。美味しいものを名古屋で差し入れいっぱい来て食べ過ぎて太ったっていうことを言ってるんですよね。やっぱ太郎さんおっしゃってる通り、え究極に節制して、コツコツやっうん、てるベテランもいれば、ええ、玉鷲関のように、人生を楽しんでると言いますかね。ほ大相撲人生を楽しんでるような、前向きな気持ちが、素晴らしいんじゃないかとう。思ってなるおります。ほどやっぱりね。話を聞いてても、こちらもなんですかね、前向きになれると言いますか、はうい。ん。一切ネガティブなことを言いませんし、それをほだから無理してるわけではなく、自う。う然体ん。で生き抜いてるあたりが、人としても僕すごく大好きですし、はい。素晴らしいなというふうに感じますね。これちょっと結論を急いじゃいけないかもしれないではないですけども、佐々木さん、玉鷲関、
何歳までやると思ってますか？どうでそうすか？ですね。あの、真面目に言ってしまうといつかそれはもちろん限界が来るんでしょうけれども、ええ、確実に何らかの記録は更新していくと思います。というのもはい。今回、40歳以上での金星っていうのは史上初めてだったんそうですね。ですね。それであとは、勝ち越しの記録が、40歳8ヶ月6日っていうのが歴代2位だったんですけれども、おう。もう次の場所で勝ち越すと極点峰の記録を抜いて、あ、極か、点大関だ。はい。幕内勝ち越しの歴代最年長になるので、まあ、次の場所おー。は番付結構上がるので、まあ、どうそうなるかですね。わかんないですけれども、はい。いずれそれはもう時間の問題なんじゃないかなと思います。はい。なるほど。あ、私、ちょっとデータ調べなかったんですけども、現役で、何歳の方が、力士が一番、例えば幕内で、何歳が最高記録だと最高かって、齢ですか？最高齢ってご存知ですか？うんわかりますか？わかんない最高齢、新井いや、さん、魂なのかな？玉鷲でが最高齢？ ういや、ん。のような気、今はそうですけど、でも、天宝関がもっと年上でええ、勝ち越してるので、うん。まあ40ですよね。だからね。そうですね。極天宝石。うん、まあ、それそれ、ね、までは、はい。あの、まあ、終戦直後の名寄岩とか、ああ、なるこのほど。人もとか、あと、戦前に大塩っはい、ていう、はい、戦前に大塩っていう力士がいて、はい。この人が、39歳何ヶ月かで、皆野川から金星を取ってるんであす。それが、あ、それま、今場所、玉鷲が金星取るまでのはい。史ああ、上最年長記録だっ金星なんです。たわけです。なるほどえね。というと、なんか玉鷲関がいろいろと作りそうですね。最高記録ええは何歳だったのかというのは、小崎さん、はい。後で調べて、テあ、ロッわかりました。プで出すようにしてくすださい。いません。玉鷲関わかりました。とにかく玉鷲関が破りそうだという感じなんですが、新井さん、玉はい。鷲関の他にも目立ったそのベテラン力士としてはどうですか？僕はやっぱという、り、高安がすごいなと思いました。すごいですね。また、ええいい時に、いい相手と、なんと言いますか、思いっきり投げ捨てて勝ったりしてね、これは、そうですね。なかなか、横綱大関に勝って気を良くしはい、て挑んでいった大錦をはい。上手投げで一周したりとか、あれは見まあ、あと事でした終盤ね。でも、熱海富士とか草野ではい、すとか、はい、こう優勝戦線に最後まで食い込んでたはい、若手を残ってた。蹴散らす、勝ちっぷりも良かったですよね。そう、本当にえもうみんながもう、なんていうんですか、拍手以外はないというようー、な、見え事な相撲でしたよね。まあ、高安関、何度も優勝を逃している痛い大会の経験がはい。あって、それこそ優勝決定戦も負けてますしね。ですから、なんか、来場所あたり、佐々木さん、高安関優勝候補にあげませんか？そこそうまではですね。言い過ぎ？かなり多くの相撲ファンが望んでいることだと思います。本人はやあっぱり元の番付、つまり大関に戻りたいっていうお話はもちろんされてますし、あ、それそうですか。は諦めていないと思うんですけれども、え私個人が言うまでもないんですけれども、はい。一回でいいから、どっかでやっぱ優勝してほしいと、ああ、思ってますし、多くの人が思っていると思います。それで、えよく言われるのは、優勝争いしながらも、こう、終盤になると、ちょっとこはう、惜い、しいところで負けてしまう、肝心なところはい。で勝てないみたいなことをよく言われるんですよね。それで、はい。相撲ファンの中には、優勝争い、高安関が始めた時には、ちょっとそっとしておこうみたいな、えー声も な、SNS でよく聞くんですよね。なるほど。ですので、私、それ本人に聞いたことあるんですよ、今ええ、年の春なんですけど。えやっぱ優勝争いした時は、ちょっとそっとしておいてほしいですか、やっぱプレッシャーかかんえ、ない方がいいですかっていうええ、お話も、失礼ながらちょっと聞かせてもらっはい、たんです。はい。ご本人はもう大いに盛り上がってくださいというふうに言ってたので、我おー。々メディアもですね、優勝争い始めたらですね、え遠慮なく盛り上げていこうかえ。あ、なと。そうですか。それだったら私もファンの一人として遠慮なくこういろいろ頑張れというふうに言いたいですね。でもあれかな。
今の佐々木さんの見事な取材の結果を聞きながら私が思ったのは、高安関何度も失敗してるから、そろそろ開き直ったなって感じがちょっとしましたけれどもね、今までよっぽど硬くなったんじゃないかなって思います。どうですか、新井さん。開き直ってるとこあると思いますよ。あ、そうですあか。のー春場所優勝決定戦ではい。大野里に負けたはい。直後にはもう、気持ちが切り替わってたっていう本人が言ってましたしね。ああ、なるほどね。晴れ晴れとした気持ちって言ってましたけども、晴れ晴れ。えーまあ全あの、力を尽くして負けたんだから仕方がないってあいうような、あ、なるほど。まあ考えですね。すごい素人考えなんですけれども、高安関は大野里の横綱の土俵入りの太刀持ちをされてますよね。あ、はい。新井さんがああいうなんてやっぱり悔しくはないんですかね、力士としては。いや、高安の場合はもう喜んで、ああ。光栄なこととしてやってますね。高安の場合はと言われたら、やっぱりそういうのちょっと気にするような力士もいないわけではないっていう感じですかね。まあ、そういうケースもあるのかなと思いますけども、まあ、あやっぱり、かつてのね、兄弟子、稀勢あ、のはい、里のね、弟はい。子っていうことで、あやっぱあ、り兄弟子に散々お世話になったんで、やっぱりはい。自分もこう返さなきゃいけないっていううようなん、思いもありますし、うん、ええあのー大野里が新横綱になった時に、こう、巡業で真っ先に胸出したのは高安ですしね。ええ、まあ、結構短時間で息が切れちゃってたんですけど、大野里は。はい。まあ、それでもまだまだこう、引きずって、ええ、まあ、それはやっぱり、兄弟子に対するあね、恩返しという思いもあ、なかなりるほ強くて、ど。はい、で、はい、今場所14日目にですね、はい、高安が熱海富士に勝って、はい、それでこう、その後、風呂に入って、はい、で、結びのその、大野里と、13日目か。うん、えー、高安熱海富士はい、戦は14日14目ですね。日目ですね。14日目です。はい、14日目です。違う。なんかね、えそうそう。で、大野里戦の結果を知らなくて、はい、それで、まあ、大野里今日勝ったのかって言って聞いてうん、て、だうん、から、大野里に援護射撃をしたいっていう思いも、う今場所はーん。なんかちょっと滲み出てたような気がなるほするんですよ。どね。それで、そのライバルを片っ端から投げ捨てていったという感じで、ええ大野里のライバルを高安関が投げそうです捨てた。ね。ああ、いいですね。でも、なんか、そういう話聞くと、また応援したくなってきたっていう感じですね。それから佐々木さんどうですか？御嶽海関とか、それから、正代関あたりが、もうそろそろ限界かななんて、声が小さくなりましたけど、思っていたら意外と頑張ったと思ってるんですが、ベテランの味出してたんじゃないですかね、名そう古屋場所で。ですね。二人のやっぱはい。相撲っぷり見ると、まだこの幕内の下の方の番付だったら、全然まだまだやれるなっていうあ力をあ、改めて証明したと思います。なるあとはですね、ほど。玉木さん、今はい。場所ね、決してそのはい。成績は上がらなかったかもしれないんですけれども、やっええ。ぱ佐田の海関にもぜひね、皆さん注目していあただきたいと思あ、ってるはい、はい、んですね。はい。まあ、今場所、4勝止まりではあったんですけれども、はい。実は38歳ではあるんですけれども、はい。40歳の玉鷲関よりも兄弟子なんですよ。ああ、なうん。るほど。はつまり、い。佐田の海というのは一番今の幕内力士の中で入門が一番早いのあ、で、はい、はい、はいわゆるい。最古参力士なんですよね。ああ、そうですか。はい。なるほど。で、彼の場合は、玉鷲関のようにこう、なんですかね、人生を謳歌するというよりは、本当に分単位で予定を立てて、やるべきことをストイックに必はい。ずやって準う備しながらん。場所を迎えるというこなるほど。とをやって、場所中もかなり、24時間を相撲に費やしているというお相撲さんなのうん。で、かなり地味なんですけどね。はい。ぜひ、彼の、大目標は、お父さんの番付、小結はい。を超えることだというふうに言ってますのおー、で、これは、ささやかながら、期待して見守りたいなというふうに、
今場所星上がらなかったですけども、改めて思ったところはいはいではありました。はい。いい情報でしたけども、お父さんの番付っていうのは、大関ってことでした小っけ？結びですね。あ、小結でしたか。はい。佐田の海関で、というのは、007の映画に出たのあれ、は、佐田の山です。佐田の山が失礼しましした。同じような名前だったんで間違えてしまいました。今ちょっと、だったら佐田の山関は横綱ですよね。お父さんの佐田の海関は、小結び。はい。それはぜひとももう一度クリアしてもらいたいと。クリアなんていう言い方したらいけないのかな。いや、杉山さんに怒られるかもしれないけれども、番付登っていってほしいなと思います。ということで、1回目のに若手の話ばっかりを聞いて、2回目にベテランの話を聞きました。さて、この面白い大相撲が未来どうなるか、またどうなってほしいかということで、第3回目、もう一度盛り上がりたいと思います。今日は新井さん、佐々木さんありがとうございました。まありがとうたよろございました。しくお願いします。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、面白かった名古屋場所が示した大相撲の未来のエピソード3、横綱大野里を中心とした新時代の理想の番付を予想するです。引き続き新井さんと佐々木さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。